Meshtavi. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Honkai no Meshtavi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Fushiko Kaiwai, 9 des. それでは早速 Let's get it started. 1. More a le numa koen. Lonfon ki reeve. 萌え沼公園ガラスのピラミッド内にあります札幌フレンチの名店モリエール系列のレストラン。今回は席がキッチンに近いライブ感炸裂でワクワクさんです。シェフたちが料理を完成させるまで見れるってなかなかないよね。そうだね。モリエール系列さんは基本見せるキッチンだからね。よだれ抑制が大変さ。マッカリーナはガラス張りだけどそれ以外は美味しい匂いまで感じられるのがお気に入りポイントね。肩肘張らずにカジュアルにフレンチをいただけるのが嬉しいポイントざます。まずは温野菜のサラダ、見るからにフレッシュ、美味しいが溢れ出てるでしょう。今回はブロッコリーじゃなかったんだね。相変わらず彩りも綺麗で見てるだけで美味しいわ。野菜自体がまず美味しいんだよね、森さんのは。ちょっと勘違いしないでよ。森さんだからモリエールじゃないからね。違うの？モリエールのオーナーシェフは中道さん。フランスで修行された札幌フレンチのパイオニアね。この焦がしバターとヨーグルトのソースっていうのが最高だったわ。バターのコクとヨーグルトのほのかな酸味がアクセントになっていて、自然の恵みをありがとうって思うサラダ。言葉じゃ説明できないなこりゃ。パイオニア懐かしいね。そっち？お口直しのシャーベットが爽やか。レモンソースと岩塩、ビタミン C たっぷりでさっぱり。いいね、レモンソース。メインのチキンは桜チップできちんとスモーキングされて登場。桜の香りがふわーっと香ってテンションマツコデラックス。なんだかでかいのかな？違う。なんともお上品な香りなのよこれが。ナイフを入れた瞬間、どうしたらこんなに柔らかくなるのっていうくらい柔らかプリンプリンからの肉汁大放出です。いやーたまらんね。こんな美味しそうなことをするシェフの面を見てみたいぜ。極めつけのデザート4種類も来ちゃうんだから。チョコ、ヘーゼルナッツのサブレ、リアル卵の殻の器のプリン。これかわいいでしょう。すんげえねこれ。コーヒーのカラメルソース、大人のプリンね。コーヒープリンいいな。シュー皮のドーナツ、レモンクリーム添え。おいおい、このデザートだけで1800円とかしちゃいそうだぜ。でしょ。これで3400円、とてつもないリーズナブルだね。Totetsumo nai reasonable. これよくできてるね。周りは飾りよ。チョコは一つだけ。そうなの？モリエール系列はこれで完全制覇なり。あれ？モリエールは本店って行ったことないよね。あったわね。2. Bakanuma ni jo 1. Pan no naruki. 萌え沼公園そば、ちょうど玉浦の森裏手にございます住宅街のかわいいパン屋さん。入った瞬間めちゃくちゃ美味しい予感がクロワッサン。こりゃ食いに我慢ならねえレモンデニッシュでさ。全く意味わかんないんすけどハド系パンが充実してるね。クロワッサンが楽しみ。クロワッサンを食えばパン職人の心意気がわかるってね。しっかりめに焼かれたクロちゃん、初めましてのタイプ。香ばしくていいねこれ。ちょいパイ寄りのクロワッサンって感じかね。パサッと加減がリアルフレンチクロワッサンって感じ。うまいねこれ。そうだね。ザクザク食感って巷じゃ言われてるけど、ほんとザクってた。食いに山も斬新。表面のカラメルパリンパリン。でもワンバイトしたらあらびっくり。白玉入ってる。しかもチョコまで。玉手箱食いに楽しい。玉手箱食べたらおじいちゃんになっちゃったよ。あなたはもともとおじいちゃん。デニッシュも食感が軽いから何個でもいけそう。デニッシュ軽いね。レモンデニッシュマジ本気レモンで顎キューなったわ。ブルーベリーデニッシュも大粒のブルーベリーがゴロッゴロ。たまらんわこれ。パイ系うまいねここ。次回はハード系パンたちやっつけたいわね。んだ。 3. Higashi na aba jusangjo. Tonkatsu kazoku. 三角点通りにあるとんかつ屋さんね。口コミ読むとクリームコロッケが高評価なので団長の思い出カツカレーをする。
あ、とんかつ屋さんだしね。そうさ、これ定食屋ではあんまりやらないけどね。とんかつ屋さんだからあえてやるやつね。口コミにカレーが甘口だっていうのが目立ったからなおさら今更サラポン。ミックスランチ1320円をチョイス。てか店に入った途端魅惑的な香りがオイラを包み込んでくれたんだよね。もう美味しい予感しかしなかったぜ。出た、犬親父、ラード揚げの匂いを嗅ぎつけたわね。ああ、ここほれワンワン状態さ。多分揚げ油にラードが配合されてるんだね。ああ、美味しいやつそれ。さらに揚げる温度が結構低めだったと思うんだよね。でも見た目白っぽいとんかつではないよね。ああ、カウンターに座ったから手元は見えないんだけど揚げる音が結構低めだわんと。匂いとか音で反応してほんと犬みたい。でも犬って屁こかないよね。は？ Anyway、やっぱとんかつはこれっしょ。ランチの忙しい時間にもかかわらずオーダーの都度肉をはたくという素晴らしい美味しさへのこだわりが感じられるお店でしたね。なんと札幌のとんかつで一番好きですよ、このとんかつ。このとんかつがランチはアンダー1000円で食べれちゃう。そりゃ僻地だけど流行るよね。こら、確かに遠いけど。来週ロース食いに来ようっと。連れてけー。4. Kita Okadama Ichi Jo 4. Kita Kara no Okuli More No. パープルを走るたびにソフトのサインが気になってたのよね。ガソリンスタンドがソフトクリームを珍しいよね。ね、かなりしっかりソフト売ってらっしゃるのよね。まあソフトはソフトでそりゃソフトですわ。美味しいに決まってるやつなんですが、このさつまいもチップスよね、これいいわ。さつまいも好きの父に土産に持ってったらジャイアンツが不調なのにも手つってバーンバクソジャイアンツが不調なのも手伝ってすごい勢いで食べてましたね。ーね、ほんと芋好き親子なんだから。ジャイアンツも冴えないけど、日ハムどうなっちゃってんの？ああ、悪夢を見てるようだぜ。こうなったら連敗記録を狙ってこ。なんてこっち言うの？怒られるわよ。だけどさ、コテンパにやられてるわけじゃない。ほとんど1点差負けが多いんだよね。中継ぎ問題さえ解決すりゃ優勝目指せるチームになりつつあるんじゃないですかい？希望的観測ってやつっすかね。前県日ハム来てくんないかな。ダルも翔平くんも戻ってきて。ああ、それ完璧。ところでさ、なんでここパープル通りっていうの？紫色の富士が咲き誇る道だかららしいっす。へー。 5. Honcho Nijo 5. Shikisokuzaku. 環状通り沿いの豚キング向かいにありますラーメン屋さん。2022年オープンのルーキーっすね。新しいお店ね。初めて聞くワード。何？色即是空は気球客だ？ちょっと何言ってるか分かんないです。色即是空は一切の物質的存在は実体のない現象であるに過ぎず虚しいということを説いた般若心経にある言葉さ。仏教的な？でも宇宙の法則に似てるのね。本当は違うラーメン屋に行ったのにさ、したっけ2日連続臨時休業食らってさ、このお店にたどり着いたんだよね。これまた色即是空ってやつだね。なんか全然意味わかんない。このセッティングのお店は美味しいことが多いんだよね。はいはい、洋食上がりっぽい感じの感じね。あ、中華そばが一押しっぽかったけど大好物の鶏白湯をチョイス。あら珍しい。リードオフラーメンは避けたのね。Lead off ramen. あ、リードオフラーメンってのは要するにメニューの一番上に書いてあるラーメンってことだね。そうそう、鶏白湯好きね。はい、おじさんの三大ラーメン、博多豚骨、魚介豚骨、鶏白湯ですからね。あー、美味しいわね。私は博多、旭川、喜多方かな。ポタージュや。出た、ポタージュや。ポタージュや。鶏白湯はうまいね。やっぱ塩でうまいんだからもういいっしょ。これ何にもする必要なし。 2,3 粒コーン入れてパセリ振りかけたらみんなポタージュだと思っちゃうよきっと。これ格付けてやってほしいわ。ガクトは騙せないっしょ。ガクトは。だろうね。さすがに料理人とガクトは騙せねえだろうけど一般人はわからんよ。私自信ないわ。俺も和田アキ子もきっとダメだね。あ
全粒粉入りの麺が美味しいね。繊細なスープだけに超いいハーモニーが見え隠れするが、鶏白湯あるあるね。でもほとんど気にならないレベル。また担々麺がうまそうなんよ。リードオフラーメンの淡麗醤油も鶏白湯醤油も気になりますわね。絶対また来ちゃうラーメンだこりゃ。会員プラス刹那いただきました。あら、それラーメン最上級のやつ。会員はスープを全部飲み干すってことで、刹那ってのはその上でまだ飲みたい、もっと飲みたいという切ない気持ちにさせられるという最大級3時の飯旅用語なの。覚えておいてね。色即是空は汁飲み干しちゃう店だ。はい。色即是空は汁飲み干っちゃう店だ。言えた。すごい。言えてない。6. Fushiko Juichi Joe 2. D Gelato. 偶然見つけた新道沿いのジェラート屋さん。何やら人だかりができててね。ジェラートの文字が見えたんで速攻で来ちゃいました。ここデザイン会社が展開してるジェラ屋さんなんだって。通りで行けてるもんね。それで階段材に目をつけたんだね。階段材？階段材。階段材はね、エッグワッフルと呼ばれる香港の伝統的なおやつで、ニューヨークでは最近バッフルやバブルワッフルっていう名前にアレンジされて人気を博してるんだってさ。へえ。香港の道端で売ってたのが興味津々でさ、これ絶対売れる思うって昔これ作る機会を香港の厨房屋さんに買いに行ったことあるんだよね。ほんといろいろ言ってるね。今台湾でも流行ってるみたいだよ。こりゃいいね。香港で食べた時はって感じだったんだけども。あら、香港のは美味しくないの？爪が甘いっちゅうか、香港のはカステラみたいな部分だけで売っててね、やっぱ味が大味なんだよね。やっぱり日本人は美味しいことするんだ。7. Fushiko Gojo 3. Shiawase Shock Door. 苗場通りのマンションの1階にある下宿屋さんなのかなって感じのイメージ。何これ珍百景、日替わりコーヒー付き500円って安すぎでしょ。どういうからくり？ね、驚きだぜ。どんなんか確かめたかったんだけどもね。あら、ってことは？はい、ミッションです、ミッション。Mission. Today's Katsu Curry. 安いですね。嬉しいですね。食べたことある感じのカレーで安心感。特別じゃないけれども、ゴルフ場で出てきそうなカツカレーっす。全然美味しい。だって腹立たないもん。カツカレー食って腹立ってんのはあんただけ。だってカツカレーはうまいのよ、基本。うまくて当たり前なの。はいはい。わざとまずくしてますって店結構あんじゃん。まあ確かにね。そりゃ腹立つっしょ。このカツカレーは750円で素晴らしいっすね。これゴルフ場なら1400円とかするやつっすよ。間違いないわね。ここはね、介護施設の入居者用の食堂なんだそうで、一般客もウェルカムなんだそうです。なるほど。それでこんなにお安いのね。これはご近所さんラッキーですね。ほとんどの人が日替わり食べてましたけど、サラリーマンの昼食にありがたすぎっしょ。コーヒー月日替わり500円って。そりゃあ幸せだわ。僕は幸せだな。加山さん？ 8. Fushiko Hachi Joe 4. Osakana Shock Door. ふしこは苗場通りにありますお魚食堂さん。お釈迦様でございます。ナムナム。ふしこは苗場通りにありますお魚食堂さん。名前の通り焼き魚や海鮮丼がいただけるお店です。リーマンランチ客多いっすね。駐車場でかいからな。本日の定食、サバの味噌煮がすこぶる気になりましたんですが、まずは焼き魚っしょってことでね。はい、B 定行ってみよう。魚2種がチョイスナブルなんだよね。そう、A 定と B 定の違いは選べる魚の種類が違うみたい。安い方の A は銀だら選べないのでね。そりゃ B だ。そう、あとは単品かサラダ、惣菜オプションつけるかつけないかでお値段が変わります。なるほど。惣菜とサラダはブッフェ形式なんだね。そうなの。惣菜もあるからちょっちょおかずが多すぎちゃうになっちゃうね。銀だらふっくらしてて美味しかったな。銀だら食べたかったな。この前食べたばっかじゃん。
銀太郎はいつでもウェルカムさ。ここはご飯大盛り無料、おかわりは一杯無料でしょ。そう。あと締めにだし茶漬けにできちゃうの。いいね、しめ茶漬け。それは鮭かサバを選んでおくべきかもね。締め用にちょい残し忘れ注意だね。んだ。 9. Honcho Nijo 5. Ryakujuan. 環状線沿いにございます。夏の名物そば。あーたの大好物ね。はい、冷やし魂でここは有名なんですね。冷やし魂？初めてのワードね、そりゃ。私はこう見えて、そばに関してはあーたのカツカレー並みに食べ歩いてんのよ。冷やし魂なんて聞いたことない。冷やし魂は要するに冷やしたぬきってことなんだけども、ここんちの冷やしたぬきにはでっきゃー卵焼きが乗っかってんだよね。これがオリジナル冷やしたぬきってことで呼び方変えたらしいんよ。ほら、たぬきは人騙すって言うじゃん。あれ？乗っかってねえぞ。騙された。え、そういうこと？それで冷やし魂？なんて、これ残念ながら、昨今の卵事情により卵焼きなしの冷やし騙され。なあ、残念ね。ということなんです。タヌキは人を騙すってどっから出てきた話？文福茶釜とか日本昔話、おとぎ話的な、そんなイメージかな。そんな悪いやつじゃないぜ、タヌキは。知り合い？タヌキ親父と？なるほど。それで冷やし魂。なんかあーたが考えそうな微妙なやつね。確かに。卵ないから50円引きだったよ。良心的。でもこれいいね。夏はこれだね、やっぱ。間違いありません。冷やし魂さだまさし田代正史。はい。冷やし魂さだまさしさしろまさし。言えてる。今日すごい。Shikaino Meshitabi wa. Gachi de mata tabathai. Sapporo so en kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. バナナマンのせっかくグルメが大好きだったんですよね。それであの番組で紹介されたお店もほとんど最初の頃食べに出かけて行って言ってたね。そして日村パイセンはめちゃめちゃ美味しそうに食べてるんだけど実際食べに行ったらあれっていうのがまあ多くてね。美味しそうに食べてる。テレビはね、美味しい美味しいって全部の番組の食レポが美味しいなんで、それは決定事項なんで、タレントさんがどう思うが関係ない。タレントさんってすごい。でこれはちょっとまずいでしょっていうか、つまんないなと思って、そうだ YouTube があるじゃないかっていうことでね、取り組み出したんだよね。そうですな。でまあ最初は右も左も分からず、いろんな失敗をしながらなんとかね、2万人近いチャンネル登録をいただくまでになりましたと。ありがとうございます。やってて楽しい。そして、新しい美味しいものを発見した時のその我々の目の輝きというか嬉しさって言ったらもう、こう皆さんにお伝えしたいっていうね、我々が美味しいという思った、またぜひこのお店は来たいと思ったお店だけを紹介するというチャンネルなんで、そこは絶対曲げたくないところなんでね、だからまあ結構最近はだいぶ効率が良くなって上手になったけど、最初の頃は本当2分の1 50/50ぐらいね。そうだね。映像にするお店とボツになる店と、だもんで、視聴者さんからね、撮影許可を取ってやった方がいいですよみたいなコメントをいただいたんで、ちょっとそこ触れるんですけど、インターネットを調べると確かに弁護士さんやなんか撮影許可を取ってやりましょうみたいな風に書いてあるんですよね。よくよく読んでみるとその法的な根拠は全然なくって、訴訟に発展したら困るのであらかじめ許可を取りましょう。だけども動画であろうが静止画であろうが、YouTube も Twitter も Instagram も、垣根はありませんと、同じ扱いですと。ってね誰もインスタの写真撮るのに許可なんか取ってないよ、アップロードするのに許可なんか取ってる人います、っていうところで、そうですね。だからそのインターネットに書いてる弁護士さんもちょっとちぐはぐなことを書いてるんだけども、結局のところ、
今の法律では規制するものは何もない。うん、ただ迷惑にならないように、あとは誹謗中傷だとかネガティブなコメントとかはマナーとして良くない。それは我々も大賛成だと。なので特に我々の番組の性質上、取材の許可を取って撮影を始めちゃうと、この全部紹介しなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。そうだよね。撮影はしたけど、いや美味しくなかったんでちょっと今回はって、そんな失礼なことはないので。そんなことは言われない言えないなんでそのテレビと差別化する意味でやってるチャンネルなので、ここの趣旨は絶対に曲げたくないところなので、ケーキ、ショーケースのケーキだとかパンだとかを撮影するときは撮っていいですかっていうのは必ず確認してるけれども、そうだね。テーブルに運ばれてくる料理に関しては撮っていいですか、とかっていうのは一時聞きませんよ。そうです。なんかこれカメラなんですかとか聞かれたら、動画撮ってますって言ったら、あ、どうぞどうぞって、ぜひお願いしますっていうお店がほとんどだけども、中には嫌がるお店もあるよね。そうだね。だけども紹介したいお店を紹介できないっていうのも嫌なので、そこのところは、法的にね、弁護士さんを通じて削除願いとか削除依頼が来たりとか、訴訟になったりっていうことはあり得ると思ってるけれども、それが起こるまでは、伝えていこうっていう決意でやってることなので、肝なのでね、そこがこのチャンネルの、そこは曲げれないよ。だから決してお店にとってマイナスな発信はしてないつもりなので、感謝もされないかもしれないけれども、迷惑はかけないように、節度を持って、楽しく伝えていけたらなと思っておりますと。これからも続けてまいりたいと思います。なので温かく見守っていただけたらと思う今日この頃でございます。さようでございます。なんか硬い話になりましたね。珍しく。ちょっと本当はお化けの話で節子でねお化けの話で一回撮ったんだけども、ちょっとこの気になるコメントがあったもんね。そうですね。たびたびね寄せられてたことなのでね、一度お話ししてみようってことで。これからも噛みまくりの下手くそなナレーションで申し訳ござりません。申し訳ござりません。少しずつ上達してまいりますので、今後とも一つよろしくしなちく。よろしくしなちく B 地区。流行語大賞取れないかな。無理だね。流行しない。まず主要メディアに出て